こんにちは、七助です。今日は中野に引き続き高円寺を散歩していきます。それでは GO です。JR 高円寺駅南口です。今回も友人と待ち合わせしているので合流していきましょう。高円寺は南口と北口で若干雰囲気が異なります。今日は南口から散歩していきましょう。高円寺はかつて高円寺村と呼ばれ、江戸時代初期までは小沢村と呼ばれていました。そしてこちらが高円寺の地名の由来となった宿宝山高円寺です。1555年に開山された歴史の深いお寺になります。徳川家光が鷹狩りの際にこのお寺に雨宿りで訪れたそうです。境内は自然豊かで虫多めです。当時の住職が家光を将軍としてではなく一般の客としてさりげなくもてなしたことが大変気に入られました。それから家光は鷹狩りのたびにこの寺を訪れ、高円寺が広く知られるきっかけとなりました。家光のゆかりの地ということで、門には徳川の家紋が彫刻されています。家光が雨宿りのお礼に自ら手植えしたお茶の木が今も境内の奥に残っています。高円寺駅一帯はかつての東京大空襲で焼け野原となり、駅舎が消失しています。焼け跡には闇市が立ち、今もその面影を感じられるような雰囲気が残っています。こちらは家庭的で味わい深いカレーをいただける食堂田淵です。お店は女性が一人で切り盛りされています。カレーライスは400円。お財布に優しいですね。高架下は再開発が進み、新しい街模様へ移り変わろうとしています。60年代に駅が高架化された際に夜のお店が急増したため、南口にはスナックやキャバレーが多く存在しました。今もその面影が残っています。前回歩いた緑道の沿いに素敵な喫茶店があります。コーヒーアロームです。こちら個人的喫茶店オリンピック金メダルの喫茶店です。高円寺の喧騒から少し離れた場所で素敵なママとマスター、常連の皆様で賑わっています。窓際の席がいい感じです。喫茶店の定番といえば日本ドッグですね。ボリューミードリンクです。ガムシロップの量が規格外な店はいい店だと思いはしませんか？コーヒーや紅茶、料理の一つ一つが丁寧に作られており、心が癒されます。ドリンク一杯につき何かしらの甘味がつくのも嬉しいポイントです。私も今後何かしらのお店をやることになった時に何かしらの甘味がつく、そんなお店をやりたいです。ちなみにモーニングの量も規格外なので皆さんもぜひどうぞ。ちなみに高円寺には12通りの商店街が存在します。ここからは商店街ごとに気になるスポットを勝手に紹介していきます。春商店街です。南口には古着屋が多く営業しています。高円寺に古着屋が多い理由は80年代には若者の街として栄えていたことから、バブル崩壊時に閉店した夜のお店の空きテナントに若者をターゲットした古着屋がこぞってオープンしたことがきっかけと言われています。春商店街の出口手前を右に抜けると今度はエトワール通りへつながります。桃色の提灯がいい感じです。
声優の通りといえばピンとくる人も多いのではないでしょうか。かつてこの地にはエトワール劇場という映画館が存在しました。後の高円寺東映です。ムービー山小屋という映画館も隣接しており、エトワール通りは映画館通りとも呼ばれていたそうです。このエトワール劇場がエトワール通りの名前と由来となっています。ちなみに映画館は桃園川の氾濫により水没したことがあるらしいです。この通りは一昔前までスナックやキャバレーがひしめく大変賑やかな場所だったとスナックのママからお話を伺いました。面白い。声優を正面に見て右へ進むと長泉寺というお寺があります。こちらの境内にある如意輪観音の石仏が悲痛をこらえているように見えることから自身の悲痛を代わって受けてくださる神様として古くから親しまれています。緑と静寂に包まれた趣あるお寺です。右側へ戻ります。高円寺中央公園です。この公園で役者やお笑い芸人が演技やネタの練習をしているのを時々見かけます。この公園は村上春樹の1984の作中に登場した公園でないかとも言われています。この滑り台は1984の作中に登場する天狗が月を見上げた滑り台かもしれません。南口を勝手に散歩していきました。ここからは高円寺北口を散歩していきます。レッツゴー。駅前のこのゾーンでは高円寺の民がおのおの自由に過ごしています。高円寺にサブカル好きの若者が根付いた理由は70年代以降のフォークやロックのブーム期に吉田拓郎や南こうせつが移り住み、ライブハウスなどが根付いたことがきっかけの一つと言われています。北口目の前には純情商店街が見えます。ユニークな名称ですね。純情商店街は地元作家であるねじめ正一の高円寺純情商店街という小説タイトルから採用されました。純情商店街入り口に立つお茶の金子園、創業は昭和9年の老舗です。金子園は東京や神奈川に40店舗近く展開しています。その本店が高円寺店になります。あなたの街にも金子園が潜んでいるかもしれませんね。こちらは精肉店のジャンプ、行列のできる人気店です。高品質のお肉が低価格で購入できます。第一市場です。ここにはいくつもの飲食店が混在しています。独特でアジアンな雰囲気がたまりません。純情商店街を抜けると庚申通り商店街につながります。この通りに残る庚申塔がその名の由来です。庚申塔は中国の道教が由来する民間信仰に基づいて建てられた石塔です。江戸時代に大流行しました。庚は干支の猿にあたるので、見ざる聞かざる言わざるの三縁が見られることが多いです。この商店街のイメージキャラクターも猿です。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 庚申塔の裏には喫茶店があります。コーヒーコーラルです。焼きたてホットケーキが美味しいお店ですが、定休日でした。庚申通り商店街を左に抜けた先にもお気に入りの喫茶店があります。愛犬家の店、中村コーヒー店です。犬と一緒に入れる老舗喫茶店ですが、こちらも臨時休業中でした。庚申通り商店街を抜けた先の住宅街に天平という民生食堂が存在しました。民生食堂とは戦時下の食糧難の中で市民が活用し、東京都指定の登録制となった食堂です。独身や単身赴任者などの外食で暮らす人々には主要食料選択購入切符という券が発行され、登録した民生食堂でこの切符と引き換えていたそうです。
この切符を皆さんにお見せするために骨董品店で実物を購入したのですが、紛失してしまいました。絶対に部屋の中にはあるはずなので、発見した時にお見せいたします。私もこの食堂に何度か訪れたことがありますが、惜しくも4、5年前に閉業してしまいました。オムレツとカレーが美味しい素敵な食堂でした。猫もいました。こちらはかつて私が毎週通っていた甘味のお店、東です。私は毎週日曜の昼に東を訪れ、東のお母さんが NHK のど自慢出場者に厳しい一言をぶつける様子を楽しませていただきました。あんみつのお店ですが、なぜかラーメンが異様に美味しいのです。こんな暑い日には嘘のオレンジジュースが五臓六腑に染み渡ります。本日最後にご紹介するのは天下一品高円寺店です。こちらは気休めです。京都の本店にも行ったことがありますが、個人的には高円寺店がお気に入りです。明太子と米は必需品です。ごちそうさまでした。すっかり日が暮れてしまいましたね。横山は気づいたら消えていました。次回はあの人物と阿佐ヶ谷を散歩していきます。ご視聴ありがとうございました。差し支えなければチャンネル登録のほどよろしくお願いします。